めっちゃお得やん、めっちゃ安いやん。通期パスを手に入れた私は無敵なのだ。隕石ってこんな感じなんや。めっちゃツルツル。あ、ムーブ。ああ。はい、今日は2回目の大阪万博です。1回目はですね、普通に1日券を買って入って、でおもろかったし、何回も行きたいし、やっぱ通期パス買おうかなと思ってたところ、こんなコメントが視聴者さんからいただきまして、通期パスの割引コード？何それ？全然知らんかったと思って教えていただいた方ありがとうございます。で調べたら、ウェブサイトに書いてありました。このね、割引券のプロモーションコードを入れて通期パスを買うと、なんと6000円引きで購入できる。通期パスの定価が3万円なので、この割引コードを入れると2万4000円で買えるっていうことで、めっちゃお得やん、めっちゃ安いやんってことで、通期パス買うか悩んでる方はちょっと一度この割引券の存在を覚えておいてください。やねんけどこの通期パスの割引券っていうのは5月31日までの配布らしいし、しかも4月から5月に一度入場した方限定の割引コードなので、なんでまだ1回も入場してなくていきなり通期パス買おうかなって思ってる人が、この6000円引きの割引が適用されるかって言ったら、多分それは難しいと思います。1回入場して良かったから通期パス買いたいっていう方に向けた割引券ですね。はい。でその割引券は会場でしかもらえないらしいんですよ。そうだから会場でしかもらわれへんねやと思って、1回目行った時にもらい忘れたと思って知らんかったからさ、5月31日までなので、まだ5月中に1回入場して通期パス買うかどうか悩んでるって方は、1回行った時に絶対もらい忘れないようにぜひゲットして帰ってください。ほんでさ、その割引券は3時以降しか配布してないらしいねんな。で私は前回ねもらいそびれたので、今から、割引チケットをもらって、でそれで通期パスを、ネットで購入して、で入場予約をして入るという風に考えてます。でもうすぐ3時なので、今から東ゲートの横にあるチケットセンターで割引チケットを今からもらいに行きます。で1回でもね入場の履歴があれば、その割引チケットは後日でももらえるそうなので、多分ちょっと行ってみますね。これですね。はい。プロモーションコードそうです。プロモーションコードです。かしこまりました。この注意事項もお家の方で読んでいただいて、もしわからないことございましたら恐れ入りますので、お電話なのでこれ今から入れて入れるんですか？一応、入れるんですけど、手順が少し多くなってまして、まずここから購入していただいて、で日時予約本日のしていただく、でまた顔認証を登録していただくと QR が出てくるようになるので、じゃあこのウェブサイトじゃなくて、こっちからですね。そうです、必ずこの専用サイトからご購入お願いいたします。でもこのウェブサイトにもつながるんですよね、最終的に。そうです履歴というか、通期パスのこの履歴。こちらのログインの画面もここから入るとなるので、そこでお客様の ID の方に入っていきます。わかりました。はい。恐れ入りますがお願いします。はい、ありがとうございます。はい、無事にプロモーションコードをゲットしました。なんやけど、当日このプロモーションコードを用いて、入場予約する手続きがちょっと手順が多くなりますってことだったんで、ちょっとやってみます。はい、無事に通期パス割引コードを入力して2万4000円で購入することができました。そして来場予約もできました。東ゲートから、入りたいと思います。なんか受付のお姉さんはちょっと手順が多いですっておっしゃってたけど、手順自体はそんなに多くないんだけど、なんか分かりづらい。なんかプロモーションコードを入れるまでのどこを押せば通期パスでプロモーションコード割引で買えるのかが若干分かりづらかったけど、でも行けましたね。でその後顔認証を登録して顔認証しておくと、多分通期パスの人だけが顔認証を登録できて、顔認証ゲートから入場できるみたいですね。よいしょ。すいません、ありがとうございます。はい、どうぞいってらっしゃいませ。こちらの線の
ところに立っていただいて QR コードをこちらお顔こちらです。はい、いってらっしゃいませ。無事入れました。通期パス民じゃ。わしは通期パス民じゃ。余裕や。通期パスを手に入れた私は無敵なのだ。通期パスがあると余裕を持てますね。今日一日絶対楽しまなあかんねやという焦りがない。心にゆとりが持てる。わあ嬉しい。通期パス嬉しい。なんか嬉しい。はい。これはすごい。ここは NTT パビリオン。すごい綺麗。かわいい。わあかわいい。めっちゃ映えやん。なんか音が鳴るやん。はい。そうなんですね。すごい。へえ、面白い。かわいい。へえ、ほんまや。すごい。このガラスドームは命の泉。環境制御システム。すごい4層になってんねや。4層プラスこの魚たち生き物が生きれる。循環してるんやな。通期パスの割引券がね5月31日までって言ったんですけど、とにかくね4月5月限定の、割引サービスとか限定プレゼントとか4月5月の平日限定とかが多いんですけど、そういうのねショップとか飲食店でやってるので、万博どうしようかな、もう1回ぐらいは行きたいけどって思ってる方はとりあえず5月中に1回来てみるとお得なプレゼントだったりとか、ちょっと割引サービスとかが受けれると思うので、少しでもね万博を楽しめるんじゃないかなと思います。この後ろの壁面アートかっこいいな。かわいい。そうだからね、パビリオン予約がいっぱいで人気のパビリオンとか特に入れませんっていうことがね多分まだしばらく続きそうやなと思ってて、で、人気ないって言ったらあれやけど、夕方ぐらいから割と空いててちょっと待ったら入れますよみたいなパビリオンもあるので、それ狙いで行くのも全然ありやとは思う。なんかね海外パビリオンより日本の会社のパビリオンの方が人気っていう話を聞いた。はい、びっくりされましたでしょうか。はい、このような音が鳴ります。なんか隅々まで歩いてみるって楽しいな。大阪万博に来て思ったことは、なんかやっぱり海外パビリオンがメインやと思うし、海外パビリオン目当ての方も多いし、なんか海外旅行してるみたいで楽しいですみたいな感想もすごい多いやんか。海外パビリオンもいいと思うねんけど、日本のいいところとか日本の美味しいもので、大阪のねなんかちょっと面白いところとか、大阪の美味しい食べ物もそうなんやけど、なんか日本のことをなんか知れる場所、改めて日本っていいとこやなって私個人的には思ったし、海外の方がそうやって感じてもらえる機会にもなるし、で海外の方だけじゃなくても県外の方が来て大阪万博おもろいなって思ってもらえる場所やんって思ったから、動画にしたいなって思ってきて、でさっきのさ能面みたいに日本の伝統芸能とかってやっぱ私とかあんまり分からへんねんけど、でもちょっとでもね知ることができたり触れることができたり見たり聞いたりとかできるし、若い人から、年配の方までほんまに老若男女楽しめる
場所が大阪万博やんって思いました。お手洗い、はい、命パークのエリアです。こんな感じでなんかめちゃ森っぽい感じ、木がいっぱい生えてて、昨日なんか YouTube で吉村知事がおっしゃってたんですけど、この万博に植えてある木とかは間伐された木とか、大阪で間伐しなきゃいけない伐採された木を再利用っていう形でここに持ってきて再利用されているそうです。なんかその辺はちゃんとテーマ通りだなと思いました。こういったシグネチャーパビリオンがあるんですけど、なんかね、壁のないパビリオンって言われてて、日本人のなんか有名なこうプロデューサーみたいな方が落合さんとか川瀬直美さんとかが、プロデュースしたパビリオンで、実は今日ちょっと川瀬直美さんのシグネチャーパビリオンをさっき予約できたので、もう夜に入ろうと思ってます。はい、アーススイーツっていうところの米粉チュロスのなんかチュロスドッグっていう中に、ウインナーソーセージがあって、米粉のチュロスでぐるぐる巻きにされてるおかず系のチュロスです。いただきます。チュロスやっぱ米粉やからめっちゃカリカリ、めっちゃ美味しいよ。チュロスがサクサクでもちもち、食感がなんかもちっとしててめっちゃ美味しい。サンリオかわいい。これめっちゃかわいい色。これめっちゃいいやん。はい、西ゲートのオフィシャルストアでグッズを買ってしまいました。結構今日平日なんですけど結構混雑してて、オフィシャルストアに入るのに結構列できてました。でも割とスイスイ進んでる感じではあったんですけど、ステンレスボトル、象印のステンレスボトルで脈々の関西弁が書いてるボトルなんですけど、でめっちゃなんか色も含めてめっちゃ好みあって、正直ほんまにもうオフィシャルグッズが欲しすぎて、でもポン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 買ってたらほんまに破産するんで、もうほんまに欲しいもの、ほんまにこれはもう心がときめくっていうものかつ実用性のあるものに限定して買ってるんですよ。この帽子もそうやし、ステンレスボトルもそうやし、もう今ね、ほら大阪万博熱がすごいし、私も大阪人っていうのもあって大阪万博嬉しいみたいな、そういうバイアスがかかってしまってるから、もうどんなグッズでも欲しくなってポン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 買ってしまいそうになるところをもう頑張って頑張って抑えて選んで買っていこうと思います。はい。でこれステンレスボトル、ステンレスボトルはもう普通にこれから夏もめっちゃ活用するし、こうやって万博会場来た時に給水場所もあるから水も入れれるし、あとサイズ感的にもね持ち運びしやすいサイズ感で、アウトドアとかスポーツとかでも使いやすいかなと思って4400円でした。ライブやってます。人間入場無料なんや、すごいな。アーティストのライブが、大阪グルメ屋台もある。これすごいなんか派手派手トラック。すごい
ですか？やってみたい。両手なんですか？そうですね、両手で楽しい。オークション隕石や。ロシアの隕石。隕石ってこんな感じなんや。これも隕石。磁石でひっつくの。まあ磁石です。音が違う。せーの。火星の隕石、そう。めっちゃツルツル。めっちゃツルツル。めっちゃツルツル。大理石みたいな。1600万年前の隕石落下により死滅した恐竜の卵の化石。すごい。なるほど。今のブース、フューチャーライフビレッジっていうところで、なんかちっちゃいブースみたいなのがたくさんあって、大阪工業大学の学生さんのロボットとか、あと月の隕石とか、隕石触れたりとか、結構面白いブースがたくさんありました。西ゲートのね、かなり奥って感じなので、なかなかちょっと隠れた場所にあるので、わざわざ行かないとっていう感じなんですけど、ぜひ皆さんも行ってみてください。おすすめ。面白かった。I'm this pavilion director. There is my email address. はい。My portion, please email me. My picture, は my い。 picture, my video, please email me. わかんない。Because your camera is good. あ、 I like ム to ー keep. ブ？あ I need to keep Ah. this picture. Please take some picture. あ、Share. OK。あ、OK。 Thank you. はい。いやもうさ、正直今回2回目の万博でしたけど、見たりへん。全然見たりへんわ。結構隅々まで見たくて端っこまで行って、ちっちゃいパビリオン覗いてみたりとか、あとほらコモンズの中にもちっちゃいブースがたくさんあるので、サクッとね海外のパビリオン見たいなって方はコモンズに入ると結構サクサク見れて楽しいかなって思うんですけど、いやーもうほんまに改めて通期パス買ってよかったなって思いました。で最後に川瀬直美さんのパビリオンだけぬるっとっていうかチャラッとチュルッと予約できたので、それだけこうですね、それだけちょっとね入って今日は終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。これなんだ。はい、カードもらった。お待ちいただいていいですか。もう一人のものがもうすぐ戻ってくるので。旧森立中学校の南棟でございました。で、奥に見えますガラス張りの建物は同じく森立中学校の北棟でございました。山で木を切り、その切った木で一つずつ手作りされた学校でございました。この教室
ここもともと教室だったんですけれども、今日ダイアログシアター命の証は対話を通じて世界中の分断を明らかにし解決を試みる実験場です。川瀬直美さんの、プロジェクト行ってきたんですけど、なんか中で対話シアターっていうのがあって、パビリオンを予約した人がその場に200人ぐらいいたんですよ。200人ぐらいがいて、でお姉さんがこれをね配ってくれるんですけど、このカードにこのイチョウのマークついた人手挙げてくださいって言われて、で私ついてんねんけどと思って手挙げて、イチョウマークついたカードを持った人だけこっちに来てくださいって言われて、それ言ったら5人しかいなかったんですよ。200人のうち5人。まあこれは本当にランダムで配ってたと思うんで、たまたま私当たっただけなんですけど、その対話シアターっていうのがあって、この5人の中で誰か1人が今からシアターに移る人と対話をしてくださいみたいな、もう本当に敬語禁止で普段のこう喋ってるような感じでいいのでっていうので、今回のその対話のテーマが、子供に何か一つだけ託すとしたら何を託しますかっていうテーマが掲げられてて、まあ、それについてこう対話してくださいみたいな説明があったんですよ。その5人にだけね、5人にだけで、まあ、要は200人がこう映画館みたいなシアターに入ってて、その前にこうスクリーンに映った人と、自分がこう対話するみたいなのを200人のギャラリーが見てるというか、めっちゃ緊張するやんそんなんさ。で5人の中でもうこの時点でもうそれやりたくないっていう方はもう皆さんのシアターに戻ってくださいって言われて、で5人のうち2人がいや私無理ですって感じで帰っていきはったんです。で私ともう1人男の人とあと女の人かな、3人残って、でその後どんな対話をするのかとか、まあ、内容をこう説明されて、どう思いますかとか言われて、あこう思いますとかっていろいろ話してて、で最終的にそのシアターに立てるのは1人なんですよ。で結局私は立たなかった。やっぱこう子供に何を託しますかっていうテーマやったし、まあ、結構ね私的にはすごい難しいし、答えがすごい抽象的な感じになるかなと思ったのと、もう一人女の人がちょっと出たいっていう感じ、出たいっていうすごい中でやけど、全然私出ますっていう感じだったんで、誰も出えへんかったら出ようかなって思ってたんやけど、こう見えてもう控えめな性格やからさ。でまあその女の人が出てくれることになったので、私は控えました。でほんまさ、その女の人のことを知ってるわけやんか。もうたった1分2分の話なんですけど、その人とね同じ空間で説明を受けたって思うと、なんか自分がそこに立ってるかのような変な緊張感があって、頑張れ頑張れ頑張れみたいな感じですごい応援してしまって、でもなんかそのシアターのやっぱ対話の内容はやっぱ子供に託すとしたらっていう、こういうなんかはっきりしたテーマじゃなくて、割となんか普段の会話でなんか抽象的な感じでこうふわふわふわっと会話が繰り広げられる感じでしたね。まあ、その中から皆さんがそれぞれこう思いを汲み取って、まあ、このテーマについて考えましょうみたいな、多分そんな感じのパビリオンでしたね。なんかすごい映画館にいるような気持ちで楽しかったし、まさかの一応当たっちゃって一瞬ねドキッてしたんですけど、まあ、楽しかったです。はい、ということで今回の動画は通期パスを購入するのに、割引コードで購入できるのかっていうのをね試してみました。当日割引コードをもらって、そのままね通期パスで入場することができたし、まあ3時以降でもね十分に楽しめるし、まあ何より通期パスがあるってことでかなりこう心のゆとり、何回でも来れるっていうゆとりがあるので今日は結構ね気ままな感じでゆるりと大阪万博楽しみました。なんか大阪万博さコメントしてくださった方もいたんですけど、半年って短いよな、なんかほんまにあっという間に終わるやろなっていう気がしてて、お土産とかもなんか狙ってたお土産がもう結構少なくなってたりとか、まだ在庫追加されるのか知らんねんけど、この間までここにあったのにあれどこ行ったんやろみたいな、なんかもう多分売り切れなんかなとか、そういうのもちょこちょこあったので、なんかほんまに心ときめいて欲しいと思ったらすぐ買わなあかんなとか思いましたね。まあ、そんな感じでまたちょっとこれからも大阪万博いろいろレポートをしていきたいなと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日は終わりです。バイバーイ。すごい。